当は話した内容よりも、あの人と一緒にいてどう感じたかっていうのを覚えてるんです。初対面では知識よりも礼儀と思いやりが大事です。はい、皆さん、こんにちは。立花さゆりです。今日はですね、初対面でやってはいけないこと5つをお話しします。初めての人と会うときって結構緊張しますよね。では、この以下の5つをやらなければ大丈夫です。信じてください。前回ですね、初対面でいい第一印象を与えるにはっていう動画を撮っております。まだ見てない方はぜひ概要欄から見てください。そしてこの動画いいねって思った方はいいねボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では本題に入ります。初対面でやってはいけないこと5つ。1つ目はスマホを見ることです。はい、そして2つ目は清潔感がないことです。そして3つ目は挨拶をしない。そして目を合わせないことです。はい、そして4つ目は相手のプライベートなことをぐいぐい聞くことです。はい、そして5つ目です。自分の話ばっかりすることです。まず1つ目のスマホを見ることです。これはもうみんな分かってると思うんですけど、とりあえず入れておきました。例えばですね、相手がお話ししてるのにスマホをチラチラ見たりとか、そして通知が気になって画面をチラチラ見たりとか、これらをされると相手の人はお話を聞いてくれてないとか、それか自分に興味がないんだなっていう風に感じてしまいます。なので初対面の時は携帯を、スマホをなるべくカバンの中にしまっておくようにしましょう。はい、では2つ目の清潔感がないことです。これはすごい大事なことで超重要ポイントです。実は心理学で最初に人を見て3秒から5秒でその人の第一印象が決まってしまうんです。ここでみんなが大体見てるのは服装、そして髪の毛、そして姿勢、そして表情です。つまりこれらの清潔感です。例えばシワシワの服、髪の毛がボサボサ、そして猫背、そして不機嫌そうな顔、これらがもう代表的な悪い例です。これらは顔が美しいかどうかっていう問題ではなくて、ちゃんと整えてるかどうかを見てるんです。では次にやってはいけないこと。3つ目、挨拶をしないこと。そして目を合わせないことです。まず皆さんこれだけを覚えておいてください。挨拶は自分からするもの。そして相手から挨拶してくるのを待たないことです。自分から相手に挨拶をするってことは、相手にね、別に媚びを売ってたりとか、相手よりも格下っていうことではないんですよ。自分から相手に挨拶をできる人っていうのは教養のある人間なんですよ。でもよくいます。別に初対面ではないんやけど、こうじーっと見つめたまんま挨拶を待ってるような人います。はい、ではやってはいけないこと4つ目です。相手のプライベートなことをぐいぐい聞くことです。これはちょっと引きますよね。例えば年齢であったりとか、家族構成であったりとか、こういったプライベートな話はせめて3回目ぐらいの時にしてください。そしてどうしても相手がどの辺に住んでるのか把握したい時ってあるじゃないですか。例えば次の打ち合わせ場所どの辺にしようかっていう風な計画を立てるために、そういう時はどこに住んでるんですかっていう聞き方ではなくて、お住まいはどのあたりですかっていう風な聞き方をしてください。そうするとその相手はその質問に対して抵抗がなければ
詳細まで教えてくれるだろうし、もし抵抗がある場合は、大体このあたりですっていう風なお返事をくれると思います。はい、ではここでボーナスポイントです。初対面に限らずです。会話の話題には3大タブーがあります。それはまずお金です。そして宗教です。そして政治です。これらはなぜタブーかと言いますと、議論や対立を生んでしまいやすいからです。はい、初対面でやってはいけないこと。5つ目、自分の話ばっかりすることです。たまにいますよね。1個聞いたら100個ぐらい返ってくる人。でも彼らは仲良くなりたいから、そして自分を知ってほしいからだと思います。会話はキャッチボールだと思ってます。相手からボールが回ってきたら受け取りますよね。それは対応する、質問に答えることです。そして受け取ったらキャッチボールなので投げ返さないといけないですよね。投げ返すイコール質問をすることなんです。はい、とてもシンプルです。ボールを受け取ったら返すことです。返さないで一人でずっとボールを独り占めして遊んでちゃダメです。それはキャッチボールになりません。はい、では今日のお話をまとめます。初対面でやってはいけないこと5つです。まず1つ目はスマホを見ることです。はい、そして2つ目です。清潔感がないことです。そして3つ目、挨拶をしない。目を合わせないことです。はい、そして4つ目です。相手のプライベートなことをぐいぐい聞くことです。キャッチボールやのにボールを独り占めして一人で遊ぶことです。人は話した内容よりもあの人と一緒にいてどう感じたかっていうのを覚えてるんです。初対面では知識よりも礼儀と思いやりが大事です。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか？いいねと思った方は、いいねボタンと、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。